50代女性がマイナス20キロ達成、おめでとうございます。すごい。この方は以前出したこちらの肩甲骨とこちらの股関節動画を朝晩続けた結果、1年でマイナス20キロ達成したそうなんですが、でも今回は分かってるけど2つもできないよというズボラさんのために、2つの動画を1つにまとめて、さらに肩甲骨と股関節を同時に動かす種目を最初に2種目追加して、痩せ筋が爆動するストレッチをご紹介します。そしたらスマホは床に置いて、体育座りのまま、ちょっと肩幅ぐらいまで足広げましょう。そのまま、足左に倒します。で、この状態で右手をなるべく遠くに伸ばします。で、戻る。足を右に倒す。左手をなるべく遠くに飛ばす。この時、反対の手床つけていいです。左手なるべく遠くに飛ばす。これ繰り返します。左に倒す。右手をなるべく遠くに伸ばす。戻る。右に倒す。左手をなるべく遠くに伸ばす。これ繰り返していきましょう。呼吸止めないようにしましょう。右手を遠くに伸ばす。ゆっくりでいいですからね。左手遠くに伸ばす。ラスト1回ずついきます。左に倒します。左手ついて、右手を遠くに伸ばす。ラスト、右側いきます。右手床について、左手遠くに伸ばす。よし、OK です。そしたら次ですね、もう一回、このポーズのまま、左に足倒します。こんな感じになります。このまま、ぐっとお尻持ち上げます。で、さらにその状態で、背伸び。戻る。右に倒す。そのまま、持ち上がる。背伸び。これ繰り返しましょう。結構難しいですよね。左に倒す。お尻持ち上げる。背伸びする。戻る。右に倒す。背伸びする。戻る。ラスト1回でいきましょう。左に倒す。お尻持ち上げる。背伸びする。戻す。ラスト1回。右に倒す。お尻持ち上げる。背伸びする。よし、OK です。スマホは床に置いて手を肩に添えます。このままゆっくり大きく回していきましょう。前回しでも後ろ回しでもどっちでも OK です。大きく普段動かさない範囲で回していきましょう。呼吸を止めないようにしましょう。肩がね、バキバキなる方も、痛みがない方は、そのまま続けて大丈夫です。痛みがある方は、ゆっくり小さくね、痛みがないぐらいの範囲で動かしてあげると良いと思います。よし、OK。では、反対回ししましょう。さっきと逆回しです。前回しが先でも、後ろ回しが先でも、どっちでも大丈夫です。こっちもね、バキバキなる方も、痛みがない方は、痛みない範囲で回しましょう。まずはね、これウォーミングアップしてます。で、バキバキなる方、痛みがある方は、これね、一回やった後に、最後にもう一回回すと、かなりね、楽になってて音が鳴らなくなっているのがわかりますので、ぜひね、楽しみにしててください。よし、OK。そしたら次は、右手を後ろに回します。で、左手で頭を左に倒します。この右の首、ここをストレッチしてます。後ろから見るとこんな感じですね。右の首が伸びてれば OK です。あんまりね、体が左に倒れないようにしましょう。ちょっと斜め前倒したりとか、真横に倒したりとか、いろんな角度でね、試してみて、右の首が、痛気持ちいいぐらいに伸びるなーって位置で、伸ばしてあげるとね、良いと思います。痛みない範囲で、無理せずで OK です。よし、OK。そしたら次は、左手で、こう右肩、ちょっと押さえます。で、この状態で左手で負荷をかけた状態で、右肩でぐっと押し返す。ぐーっと、上げる。ストンと落とす。左手で負荷かけて、右肩で反発するようにぐーっと持ち上げる、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 限界まで上げる、ストンと落とす。負荷かけて上げる、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 ストンと落とす。左手で右肩押してくださいね。反発するように右肩でぐーっと上げる、上げる、上げる。限界まで上げる。これスピード全く重要じゃないですからね。しっかり上げ切る、落とす。負荷をかけて、しっかり上げ切る、ぎゅーっと上げ切る。よし、OK。そしたら次は左斜め前。首だけ左斜め前向けましょう。で、両手で、こう後頭部で手を組んだら、左斜め前にちょっと首倒します。右の首のちょっと後ろの方、この辺ですね。伸びる感覚あれば OK です。ただ嫌な痛みある方は絶対無理しないでください。体ごと左じゃないですよ。首だけ左斜め前向けて、前に倒す。伸びますか？右の首の後ろ。呼吸止めないようにして、あんまり肩ね、こう力入りすぎないようにしましょう。
よし、オッケー。これでね、右肩だけ下がったの分かります？鏡ある方見てみてください。マジで下がってます。で、反対に左側やっていきます。そしたら次は、左手を後ろに回します。で、この状態で右手で首を右に倒します。左の首、この辺が伸びてれば OK です。真横に倒してもいいし、ちょっと斜め前に倒してもいいです。自分がね、伸びてるなーって感じられるところにしましょう。NG パターンは体ごと右に倒れちゃうと全然伸びないです。体は固定して首だけ右に倒すイメージです。手を後ろに回しているのはですね、手を後ろ回さないと、こうやってなりやすいんですよね。手を後ろに回しておくことで上半身を固定しやすくなります。あんまりね、こっちの肩がこうやって上がっちゃわないようになるべく下げておきましょう。よし、OK。そしたら次は、右手で左肩しっかり押さえます。ちょっと負荷かけて反発するように左肩をぐーっと上げる、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 限界まで上げる、上げ切る、ストンと落とす。右手で左肩に負荷をかけて、限界まで上げる、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 限界まで上げる。ストンと落とす。負荷かけて上げるんですが、この時 NG パターンは手も一緒にこうやって上がっちゃうとね、ここの筋トレになっちゃいます。手は下げたまま、肩だけ、ここだけ上げる、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 限界まで上げ切って、ストンと落とす。負荷かけて、上げる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 。スピードよりも限界までしっかり上げ切る、上げ切る。まだ上がる、まだ上がる、まだ上がる。よーし、OK。そしたら次は、首だけ右斜め前向きましょう。体は正面です。首だけ右斜め前向いて、両手は後頭部で組んで、斜め前に頭下げましょう。左の首のちょっと後ろの方かな。この辺です。左の首、伸びる感覚あれば OK です。呼吸は止めないようにして、これをですね、左の首だけ伸ばしたいので、あんまりこうやって猫背になっちゃうとね、背中も伸びちゃうんで、なるべく姿勢正したまま、右斜め前に倒す。左の首、ここですね。伸びてれば OK です。どうでしょう、皆さんついてきてますか？よし、OK。そしたら次はですね、手をこんな感じで肘90度に曲げて、限界まで開く。体の正面でしっかり閉じる。限界まで開く。体の正面でしっかり閉じる。これ繰り返しましょう。開き切る。閉じ切る。肩腰痛い方無理しないでくださいね。あんまり猫背になっちゃってくないので、なるべく姿勢正しておきましょう。あぐらがきつい方は一回足伸ばしてもいいし、正座にね、変わってもいいです。しっかり開き切る。閉じる。開き切る。閉じる。これできる種目は、この動画全部ね、できる種目は立ってやっても OK です。限界まで開き切る。閉じ切る。呼吸は止めない。きつかったらね、各種目の最後の10秒、サボってもいいですからね。よし、OK。そしたらですね、手は使わずに、肩のここ使って、限界までぐーっと、上げ切る。上げ切って、ストンと落とす。上げ切る。上げて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 、ストンと落とす。スピード重要じゃないですよ。普段上げない範囲まで限界まで上げ切って、ストンと落とす。ここね、すごい力が入りやすい、肩振りやすいって人多いんですが、力抜くにはですね、こうやって限界まで逆に力入れ切っちゃうっていうのはめちゃめちゃ有効です。仕事中とかね、授業中にどうしても力入っちゃうって人は逆にこうやってギュッと力入れ切っちゃうと力抜きやすくなります。OK です。そしたらですね、手をちょっとこうクロスして鎖骨の下あたりをちょっと押さえて、ちょっと下にグッと引く感じです。そのまま、右斜め上向きます。首の前面、この辺です。左の首の前面が伸びます。手は鎖骨の下に添えて、ちょっと下にね、引っ張るぐらいのイメージです。伸びますか？左の首の前面。ちょっと顎持ち上げたりとか、もうちょっと右にひねったりとかね。こうしたら首の前面伸びるなって位置をね、探してあげましょう。どの角度が正解っていうよりも皆さんが伸びる角度が正解です。きつかったらサボっていいし、再生速度早めたり遅めたり自分のペースでやっていきましょう。OK。逆いきますよ。左斜め上向きます。この右の首の前面が伸びてくると思います。ちょっと顎持ち上げたり、もうちょいねじったりとか、自分が伸びるなって位置探しましょう。
で、僕ね、右から左からって指示出すんですが、別に左右ね、どっちからでもいいです。右からやった方が効果がいい。左からやらなきゃ効果が出ない。そんなことはないので、皆さんがね、やりやすい方向からやっていただいても全く問題ないです。呼吸はね、止めないようにしましょう。ついてきてますか？きつかったらね、再生速度を下げる。もしくは、途中でね、サボりやる。皆さんがやりやすいペースでやっていただければと思います。よし、OK。そしたらですね、両手をこんな感じで後頭部で組みましょう。あぐら、正座、長座、どんな体勢でもね、OK です。両手を後頭部で組んだら、しっかりおへそ覗き込む。猫手を作っておへそ覗き込む。ゆっくり反らせる。ゆっくりおへそ覗き込む。ゆっくり反らせる。これ普段動かさない範囲までしっかり丸めて反らすのが目的です。反らせる。スピード全く重要じゃないですよ。しっかりおへそ覗き込む。わざと猫背作る。ゆっくり反らせる。肩腰痛い方絶対無理しないでください。あと呼吸を止めないでくださいね。頑張って頑張って。きつい。最後しっかり反らせます。よし、OK。そしたら次はですね、両手を高く万歳します。両手を高く万歳して、で、手のひら外向けながら、肩甲骨ギュッと寄せる。両手を高く限界まで万歳して、手のひら外向けながら肩甲骨ギュッと寄せる。両手を高く万歳して、手のひら外向けながら肩甲骨をギュッと寄せる。両手を高く万歳。手のひら外向けながら肩甲骨ギュッと寄せる。どうでしょう？ついてきてますか？万歳、寄せる。これも、普段動かさない範囲まで限界まで高く万歳して、しっかり肩甲骨寄せることが大切です。スピード全く重要じゃないです。普段動かさない範囲までしっかり高く上げて、しっかり肩甲骨寄せる。よし、OK。そしたら次はですね、このあぐらの状態から、右足を左、こっちに持っていきます。で、この足をお腹にしっかりぐーっとつけましょう。右のお尻伸びてくると思います。あんまりね、肩がこう力入んないようにすることと、なるべくピンと背筋伸ばしてあげると、右のお尻伸びます。このポーズできないよって人は、この右足、この辺でもいいです。右のお尻伸ばすことが目的です。ちょっと姿勢正してあげればね、右のお尻伸びるはずです。逆に頑張れる人は、この右足、なるべくお腹にしっかりギュッとつけた状態で、ピンと背筋を伸ばす。かなり強烈に右のお尻伸びると思います。絶対ね、肩こんな力入れないでくださいね。よし、OK。逆いきますよ。左足を右、こっちに持っていきます。で、両手でこの足をぐっと抱えて、左のお尻ストレッチしていきます。きつい人は左足、この辺でもいいです。頑張れる人はなるべくしっかりお腹につけて、ピンと姿勢垂らすとね、左のお尻伸びてきます。で、これね、上半身、肩周り、二の腕とか言ったのに、なんでお尻のストレッチ入れんのって話なんですけど、人の体でお尻の筋肉って一番大きいんです。だから、一番大きいから逆にここを柔らかくするとか筋力をつけると、めちゃめちゃ体全体のね、代謝が良くなって血流良くなります。だから上半身痩せるため、肩こり解消するために、お尻のストレッチ僕は絶対必要だと思ってます。呼吸はね、止めないようにしましょう。OK。そしたらあぐらとか楽な状態で座って、右手、右肘を床につきます。左手万歳しましょう。左の脇腹、脇の下、伸びる感覚あれば OK です。この辺ですね。伸びれば OK。いまいち伸びない方は、ちょっと斜め前に倒してみたりとか、もうちょっと真横に倒してみたりとか、もしくはね、このつま先、ごめんなさい、指先を誰かに引っ張られてるつもりでぎゅーっと遠くへ伸ばしてみる。そうすると脇の下、脇腹伸びてくると思います。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK、逆行きましょう。左手、左肘、床につけましょう。で、右手万歳して、なるべく遠くに向かってぐーっと指先伸ばします。脇の下、脇腹、伸びる感覚あれば OK です。どうでしょう、伸びますか？指先は誰かに引っ張られてるつもりで、なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばす。斜め前倒したり、真横に倒したりとかね、自分がこうしたら伸びるなって位置を探してあげましょう。これね、広背筋っていう大きな筋肉なんですけど、もうこのね、腕から腰のあたりまでついてますので、肩甲骨をね、柔らかくするとか、背中、二の腕の脂肪を落とすなんていうには必須な筋肉です。OK。そしたらですね、座ったまま、
手をちょっと横に広げましょう。こんな感じで斜め下向いてるぐらいでいいです。この状態で手をねじる。ねじる。見えますか？ねじる。これ NG パターンは、こうやって上半身が動いちゃうと NG です。上半身固定したまま、肩から下、腕だけねじるってイメージですね。で、早くねじるってよりも、普段動かさないまでしっかりねじる。ねじる。上半身はこうやって動かさない。呼吸を止めないようにして。で、肩ね、こんな上がったままやんないでくださいね。肩はちゃんとストンと落としたままねじる。スピード勝負じゃないですからね。ねじる。ねじる。OK。そしたら次はですね、よくある、こう右手を上げて、左手で右肘掴みます。で、こんな感じで、右の二の腕のストレッチです。右の二の腕伸びますか？いまいち伸びない方、ちょっと体左に倒してもいいです。あとね、この右手、空いてると思うんですが、右手で肩甲骨触ってあげると、より伸び感が増します。ただね、肩、腰、痛みがある方は、痛みない範囲で OK です。頑張れる方は、ちょっと体ね、横に倒してあげると、二の腕、脇の下ぐらいまでしっかり伸びてくると思います。二の腕の筋肉ってね、あんまり使わないんで、すごく硬くなってて冷えてますので、しっかり伸ばしておきましょう。OK。逆いきます。左手上げて、右手で左肘掴みます。で、左の二の腕、ここです。ストレッチしていきます。余裕がある人は左手を肩甲骨触っておきましょう。ちょっと体右に倒すと、より左の二の腕伸びてきます。ちょっとね、この体硬い人、このポーズがうまくできないよって方いるかもしれませんが、結論、二の腕が伸びてればそれで大正解です。ただ腰とかね、首が痛い方は無理しないでください。呼吸はね、止めないようにしましょう。皆さんついてきてますか？きつかったらね、再生速度早める、遅める、途中でね、各種目の最後の10秒サボる、水分補給する、自由にね、無理せずやっていただければと思います。よし、OK。そしたら手を肩に添えます。もう一回肩大きく回していきましょう。前回しでも後ろ回しでもどっちでも大丈夫です。なるべくゆっくり大きく回す。これどうでしょう？最初に比べてすごい回しやすい。ボキボキ音が鳴らなくなった。痛みがなくなった。そんな感覚はあるんじゃないでしょうか。呼吸止めないでくださいね。で、自分できる範囲で無理なくでいいです。で、結構ね、ズボラストレッチの動画が多すぎて、どれやったらいいかわかんないよって質問をたくさんいただくので、この動画のね、概要欄にズボラストレッチの教科書っていうのを無料で貼ってます。そこで、全身とか足痩せとかおすすめのメニュー紹介してますので、ぜひね、無料なので、概要欄から見てみてください。よし、OK。そしたらこのまま、今度逆回しです。さっきと逆回し、大きく肩回していきましょう。こっちもどうでしょう？だいぶポキポキならなくなった。回しやすくなった。そんな感覚があるんじゃないでしょうか。ゆっくり大きく回しましょう。で、さっきね、無料のズボラストレッチの教科書、概要欄に貼ってますとは言ったんですけど、他にね、わかんないことあれば、遠慮なく質問いただければ、コメント欄、なるべく返しますので、遠慮なく気軽に質問してください。あとはね、最近 Twitter、インスタ、TikTok、頑張ってね、毎日更新してますので、それも概要欄から、フォローして、一言コメントいただけると、すっごく励みになります。もしね、周りの人に言いづらい質問とか相談あれば、DM をいただければ返信しますので、遠慮なくどうぞ。知らせて一回回しましょう。OK。まずは開脚できるところまでしましょう。一種目目が柔軟性チェックを兼ねたストレッチです。いけるとこまで開いたら前に倒れます。ここでキープします。最低ラインは120度ぐらい開いて、肘が床につくライン、それが最低です。理想は120度以上開いておでこが床につくといいです。僕はちなみに90度で肘も床につきません。僕もね、全然できないんで一緒に頑張りましょう。なるべく膝伸ばして、ちょっとずつ前に手を伸ばしていきましょう。動画の最後にも開脚してビフォーアフター比べてみますね。OK。次はもうちょっと狭めてもいいので、ある程度楽な状態で股関節を内外にしっかりねじっていきます。もう付け根から動かすイメージ。つま先がしっかり内、外動くようにやりましょう。手はこんな感じで床ついてても大丈夫です。余裕がある人はもっと広げたり前に倒れたりしながら内外にしっかりねじりましょう。硬い人はね、これだけでも結構きついと思います。もちろん膝曲がっても OK です。呼吸を止めないようにしましょう。OK。じゃあ次は左足曲げます。
右足だけ伸ばした状態で、右の内ももを両手でマッサージしていきます。付け根から膝のあたりまで全体的にマッサージしていきましょう。開脚がね、硬い原因は一番はここです。そして皆さんが一番気になるのもこの内ももだと思います。こう、痛気持ちいいぐらいでつまむイメージですね。あんまり肩力入れすぎないようにしましょう。呼吸はね、止めないようにしましょう。肩力入れないで。OK、次、逆足いきます。左足を伸ばします。こんな感じで両手で左の内ももを掴みます。あんまりね、肩力入れすぎないようにしましょう。痛気持ちいいぐらいで行いましょう。こう皆さん筋肉の外についている筋膜ってご存知ですか？ウインナーの外側のパリパリの皮みたいなイメージです。その膜が硬いと中の肉が伸びないので、こうやってマッサージでね、先に筋膜を柔らかくしています。呼吸止めないで、肩ね、力入りすぎないようにしましょう。OK。じゃあ次、もう一回右足伸ばしましょう。じゃあ、この状態で、股関節開いたら真正面に倒れます。内ももが伸びてきたら、つま先をね、真上向ける、戻す、真上向ける。股関節付け根からねじるイメージです。呼吸は止めないように意識を続けましょう。内もも伸びてますか？ゆっくりでいいので、しっかり真上向ける。真上向ける。頑張って。呼吸は止めないで、肩、変な力入れないようにしましょう。よし、OK。次逆足いきます。左足を伸ばします。なるべく股関節開いて、真正面に倒れる。内ももが伸びるようなところで、つま先を上向ける。戻す。上向ける。戻す。これ繰り返していきましょう。しっかり上向ける。肩は力入れすぎないようにしましょう。こんなに前倒れないよって人は、これでもね、もちろん OK。普段自分がしない動きをするってこと自体に意味があります。私こんなにできないよとかね、全く思う必要ないです。僕もね、さっきの開脚見ましたが、全然できないんで、一緒にできるようになりましょう。OK。じゃあこれで、膝を曲げた状態、こんな感じ、体育座りの状態で、裏ももを両手でマッサージしていきます。僕はグーで叩いてます。気持ちいいぐらいで叩いていきましょう。この後ね、裏ももお尻のストレッチが入ってくるので、まず筋膜を緩める、リラックスする意味でマッサージをしています。あまり強く叩きすぎないでくださいね。痛気持ちいいぐらいで、こう横から叩いたり、後ろから叩いたりしてみましょう。肩は力入れすぎない。呼吸は止めないように意識を続けましょう。OK。じゃあこの体育座りの状態で、左足を右足、こんな感じで乗せます。これで手は後ろについて、ぐっと胸を張ります。左のお尻伸びてくると思います。きつい人は、もうちょっとね、こうやって緩めてもいいです。逆に頑張れる人は、手前にぐっと足を引いて、なるべくね、左足と胸近づけるといいと思います。無理ない範囲で、痛気持ちいい。左のお尻伸びてるなーってぐらいでやっていきましょう。呼吸はね、止めないようにしましょう。よし、OK です。逆足いきます。右足を左足乗せます。このままぐっと胸を張る。右のお尻が伸びてれば OK です。いまいち伸びない方、手前にぐっと足を引いてみましょう。きつい方は、こうやって緩めても OK。右のお尻を伸ばすことが目的です。姿勢をね、ぐっと正すとより伸びてくると思います。呼吸は止めないようにしましょう。あんまりね、肩力入れないで。しっかり深呼吸しましょう。よし、OK。じゃあ次、体育座りになって、両手でこう太ももを抱え込む。そのままおへそを覗き込むイメージ。腰を丸めましょう。背中、腰、こう背面全体がね、伸びてくると思います。なるべくおへそをぐーっと覗き込む。頭は下げる。呼吸はね、止めないようにしましょう。しっかり息吐いて、腰をわざと丸めて
おへそのぞき込んで、ふーん。伸びない方ね、もうちょっと足伸ばしたりとか、わざとぐっと腹筋使って丸まったりとか、伸びる角度探してみましょう。オッケー。あぐらに戻りましょう。そしたら、右手、右肘、床について、左手を万歳です。左の脇腹、脇の下、伸びる感覚があると思います。伸びてますか？脇の下、脇腹。なるべくね、手を遠くに向かってぐーっと伸ばす。斜め前に倒したり、真横に倒してみたりして、自分が一番伸びるなって角度を探してみましょう。こうストレッチって本当に普段しないことをするってことが僕は正解だと思います。だからこの角度が正解っていうよりも伸びてれば正解です。OK。じゃあ逆に左手左肘べちゃって床について右手を万歳しましょう。右の脇腹、脇の下伸びてる感覚があれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。で、これ開脚なのになんで脇の下、脇腹伸ばしてるかっていうと、この広背筋って筋肉は骨盤からついてます。骨盤からこう腕にかけてついてるんですが、これが柔らかくないと開脚して前に倒れるってことができないです。なのでね、開脚めちゃめちゃ関係します。呼吸は止めないで。よし、OK。次、お尻のストレッチ。右足を左、こっちに持ってきます。で、この足をお腹にグッとつけて、なるべく胸を張ります。右のお尻伸びてれば OK です。いまいち伸びない方は、足をしっかりグッとお腹につけて、胸を張ってあげると伸びてきます。これできないよって方、右足、もうちょっとね、この辺、前でも OK です。右のお尻が伸びれば、多少違くても OK。お尻伸ばすことが目的。肩は変な力入れないで、呼吸はね、止めないように意識を続けましょう。OK。次、逆足いきます。左足を右に持ってきて、この左足を両手でお腹にグッとつけます。左のお尻が伸びてくると思います。呼吸は止めないようにしましょう。これ、お尻もね、股関節と関係ないと思う方いるかもしれないんですが、股関節って英語でヒップジョイントって言うんですよ。お尻の関節なんですね、英語で言うと。お尻、大臀筋は股関節の周り全部覆ってるので、まさにお尻イコール股関節だと思ってください。よし、OK。じゃあ次は、体の前でこんな感じでひし形作ります。そのまま正面に体を倒します。お尻が伸びる感覚があってほしいです。いまいち伸びない方、もうちょっと足をこうやって前に出してみたりとか、手前に引いたりしてみましょう。お尻が伸びる位置探しましょう。もちろんこの足の裏がね、多少こうやって離れてもいいです。お尻が伸びればそれで OK です。お尻ってこう、大臀筋、中臀筋、小臀筋っていろんな種類があるので、いろんな角度でね、いろんなポーズで伸ばしてあげると、より効果的です。OK、じゃあ次、右足伸ばしましょう。右足の方向に向かって体を倒します。右足の方へ倒す。右の裏もも、ふくらはぎ、膝の裏が伸びれば OK。余裕があれば、手でつま先をぐっと掴む。空いてる手で膝をピンと伸ばしてあげると、きつい。この時ね、前もも力入れない方がいいですからね、前もも。前ももに力入れて膝伸ばすんじゃなくて、空いてる手で膝をね、支えてあげると良いと思います。肩は変な力入れない。呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK。次逆足いきます。左足を伸ばします。左足の方に向かって体を倒していきます。裏もも、膝の裏、ふくらはぎまで伸びてくると思います。余裕がある人は左手でつま先を掴む。余裕ない人、もちろんね、こんな感じでも全然 OK。こうよくね、周りの人と比べて硬いってすごいこうおっしゃる方多いんですけど、僕周りの人とは別にそんなに関係ないと思います。自分が硬くても柔らかくしたい。よくしたいんであれば頑張りましょう。柔らかくなります。周りの人と比べてね、硬いからって何も問題ないです。僕なんて周りのストレッチとかトレーナーの YouTuber に比べたらめちゃめちゃ硬いし太ってますからね。OK。じゃあ次、逆。もう一回右足を伸ばします。なるべく股関節ぐっと開いた状態で真正面に体を倒します。内ももをストレッチしていきます。
内もも伸びれば OK なんですが、余裕があればつま先、真上向けてあげると、より伸びてきます。もうね、内ももに脂肪がついてる方、内ももが硬いってことがほとんどです。しっかり伸ばしてあげましょう。で、ズボラストレッチは、こう、楽して成果を出すことが大事なので、ぜひね、ウエストとか太ももは定期的に測るとか、写真撮るとかしてあげると良いです。OK。逆足行きましょう。左足を伸ばして、なるべく股関節を開く。で、このまま真正面に体を倒します。なるべくつま先はしっかり上向けておく。余裕があれば股関節しっかり開きましょう。皆さんついてきてますか？昨日の動画、もうちょっと種目と種目の間をちょっと長くしたんですけど、今回はね、もうちょっと短くしました。なので、この種目と種目の間とかね、一種目の秒数とか、皆さんがやってて、なんか長いなとか短いなとかあれば、コメントで教えてください。OK です。次は、こんな感じ。右足を前に出して、体を真正面に倒していきます。右のお尻が伸びれば OK です。体の正面に倒す。で、いまいち伸びない方、右足もうちょっと前に出したりとか、逆に手前に引いたりとか、体をね、斜め前に倒したりとか、いろんな方向で、こうしたら伸びるなーって位置を探してあげましょう。これはね、すいません。もう人によって違うので、この方向が正解とは僕ちょっと言えないですね。皆さんが伸びたら正解です。右のお尻のストレッチ。呼吸は止めないようにしましょう。OK、次逆足行きましょう。左足前に出して、真正面に体倒します。左のお尻伸びてれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。最近ね、コメントとか DM がすごい増えて嬉しいですね。しかもこう、前向きな、痩せたとか、体重が落ちたとかね、そういう報告ばっかりなので、そういう報告、どんどんいただければと思います。逆に痩せないよっていう相談もね、DM コメントいただければ、僕できる限りアドバイスしますので、遠慮なくしてください。OK。じゃあ次、もう一回右足前に出しますよ。で、もう一回右のお尻伸びる体勢作りましょう。右のお尻が伸びる体勢、皆さんできましたか？右のお尻が伸びたら、その状態で、左手ついて、右手万歳。この脇腹、脇の下、お尻、トリプルで伸ばしてます。きつい。伸びてますか？右のお尻、脇腹、脇の下。なるべく手は遠くに向かって伸ばす。頑張って頑張って。きつい。呼吸止めないで。よし、OK。次逆側いきますよ。皆さんできてますか？左足前に出して体を正面に倒す。左のお尻が伸びる状態作ったら、右手は床について、左手万歳。左のお尻、左の脇腹、脇の下、同時に伸ばしてます。きつい。手をなるべく遠くに、呼吸止めないで。皆さん、これでもね、いつもと違うストレッチ、すでに1種類使ってるんですが、残念。もう1種類ね、きつい股関節ストレッチ。普段やらない動きが入ります。よし、OK。じゃあ次はね、ヤンキー座りみたいにしてほしいんですけど、こうやってある程度、足の幅広げておいて、つま先外向けましょう。ちょっと肩幅より広いぐらいにして、こうやってヤンキー座りで、手を使って、肘を使って、ぐっとね、股関節を外に開く。こんな感じです。内もも伸びれば OK です。できたらかかとはつけておいた方がいい。かかとつかなかったら、もうちょっとね、広めに足を開くといいと思います。肘で股関節広げる。きつい。すいません、ズボロじゃないですね。効果出すためにしょうがないです、これは。よっしゃ、OK。最後に、開脚もう一回再チェックしてみましょう。僕は90度ぐらいしか開かなかったんですが、もう僕はかなり感覚としてはいいです。前に倒れる。どうですか皆さん開きましたが、僕もね、まあまあ開いてきたかな。最低でも90度以上、本当は120度だな。開いて、正面に倒れて、おでこが床につくぐらいまで行きたいです。僕もまだまだなので、皆さんと一緒に頑張ります。で、これだけじゃ物足りないよって方は概要欄に追加ストレッチを
貼っておきます。で、Twitter、インスタ、TikTok 毎日頑張ってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。概要欄貼っておきます。よし、OK。お疲れ様でした。最後までよく頑張りました。素晴らしいです。全然もうズボラじゃないです。自分自身に拍手しましょう。もしこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。